こんにちは。日本語クラスです。今日は N2 漢字の問題をやってみましょう。はい、今日の問題はこれです。はい、漢字の読み方何でしょうか。そして漢字の読み方、わかりますという人。じゃあ意味は何？そして使い方はこれですね。使い方知らない人多いと思います。そこまで覚えましょう。はい。じゃあまず読み方はどれでしょうか。 ABCD 答えは一つです。何ういですかね。何うい。 A きうい、 B きけうい、 C あぶうい、 D あやうい。なんかどれも違う。全部×じゃないですかって思いますね。なんか変ですよね。発音変ですよね。私もそう思いますよ。答えも発音変だなって思います。そうだから皆さん覚えるの大変ですよね。でもまず覚えましょう。これと「へー」でいいですよ。読み方はですね、決めましたね。これです。危ういです。危うい、危うい、危うい、ういうい、ういういってね、危うい。まず漢字をしっかり確認しましょう。危ういの漢字はこれですね。見たことありますね、これね。そうです。これね、きと読みますね。あとは危ないとも呼びますよね。危ない。きの時は危険。そうです。危険です。危ないです。危険です。そう。皆さんもうこれは N3 で勉強したから知っていますね。危ないもそう N3 で出てきます。そして危ういは N2 で出てくるちょっと難しい読み方です。危うい。うだってね。なんではい、これですね。危ういの使い方、ちょっと確認しましょう。危ういはどうやって使う？はい。これですね、ちょっと例を見せます。ちょっと大きいから小さくして、これ皆さん使えますよ。そうみんなが使える。私はもちろん使います。危うい。はい。例えばこれ漢字。漢字だ。そうです。寝坊と読みます。寝坊。寝坊って何でしょう。ちょっと読んでいます。寝坊して危うく遅刻しそうになった。もう分かりましたね。寝坊の意味。寝坊して危うく遅刻しそうになった。危なかった。でも大丈夫だった。遅刻しなかったの意味です。だから寝坊は意味はそうです。本当の起きる時間、本当は7時に起きなければいけない。朝7時に起きなければいけないのに8時に起きてしまった。ね、そう。8時5分には家を出なければいけない。本当はあと5分しかないね。はい。これが寝坊です。いっぱい寝ちゃった。これです。はい。寝坊して、寝坊する時ありますね。そう、誰でもあります。寝坊して危うく遅刻しそうになった。しそうになったですから、これは遅刻していません。しませんでした。でもあとちょっとで危なかった。遅刻するかもしれませんでした。危なかった。電車に乗れなかったかもしれなかった。これです。この時使います。危うくになります。ここはいいじゃなくてくですね。危うく何々しそうになった。これで覚えるといいです。危うく何々しそうになった。ここは何か動詞を入れていいです。はい、危うく忘れそうになったとかそういうのでもいいですし、あとちょっとで危ない時、危なかった、例えば危うく死にそうになった。言います。死ぬ死んでしまう。はい、言いますよ。あとちょっとで危ないところだった。あとちょっとで死ぬかもしれなかった。そういう意味です。なのでこの危うく何々しそうになった、この使い方は何かとても悪いことがこれから起きるところだったけど、あ
とちょっとで大丈夫だった。ああ、危ない。ああ、よかった、大丈夫だった。そういう意味です。はい。ですから例えばこれも分かりやすい例です。あとちょっとで車にひかれるところでした。危ういところを助けていただきありがとうございます。もう分かりましたね。大丈夫ですね。車にひかれる、これも N2 の人は覚えてください。車にひかれる、来る人が歩いていて車がボーンって来ます。えー、あでもこれだと事故になっちゃうな。車にひかれる、歩いていて車が来る。例えばでもイメージ OK ですね。歩いててこちらの道から見えないところから車が来て車にボーン当たってしまう。当たる、これがひかれるって言います。ひかれる。またはとても急いでて、本当はここ車いっぱい走ってます。シュン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 走ってるのに、で私ここを通りたい急にこの人出てきました。で車がボーン当たりました。やっぱり当たりましたですね。でひかれてしまいました。これです。ひかれるって言います。悪い意味です。もちろん、人じゃなくても猫が車にひかれるとかありますよね。猫がもうね、車のところも走ってしまいますから、チャ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 ってね、運転手、猫だってね、止まっても遅くて猫がもう死んでいるとか、猫を引いてしまいましたって言ったりします。それです。それ引くっていうんですね。なので、でもこれはあとちょっとで車にひかれるところでした。だからひかれませんでした。大丈夫だった。危なかった。車だね、怖いね。そういう危ないところ、危ういところを助けていただきありがとうございます。誰かが私を助けてくれたんです。いい人ですね。いい人ですね。危ないですよ、ね、助けてくれた。ありがとうございます。これです。危なかったです。あとちょっとで私は車にひかれて死んでいたかもしれない。ありがとうございます。これ、はい、危ういところよく言います。これ車じゃなくてもいいんですよ。例えば川に落ちそう。川の近くを歩いてて、綺麗だなって見てたら風が吹いて、ヒューって言って、わーって言ったところを誰か、大丈夫ですか、助けてくれた。ありがとうございます。危ういところでした言ったりします。よく使います。危ういところっていうと、危なかったところ、危ないところ、あとちょっとで死ぬかもしれない、そのくらい危ないところっていう意味です。危ういところでした。はいね、いいですね。こうやって助けてくれた人がね、すごく素敵な人だったらね、素敵な人、ありがとうございます。何かお礼をしたいです。一緒にお茶でもいかがですかとかね、ごめんなさい、忙しいです。さようなら。気をつけてってね。例えばね、こういうことですね。危ういところ、はい、結構使います。皆さんでも危ういところね、あんまり行かないでほしいですけどね、危ないですからね、本当に。なので危ういっていうのはこうやって使ってください。ちょっと本当に死にそうとか危ない、とても危ない状態の時に使います。そう本当に悪い結果になりそうだったけど大丈夫だったっていう時です。はい、遅刻は死なないですね。死なないけど悪い結果です。遅刻するという悪い結果になりそうだったけど危なかったけど大丈夫だったという意味です。危うく何々の時は悪い結果になりそうな時です。いい時は使わないです。いい結果の時は使いません。そしたらじゃあ他は確認しておきましょう。読み方ですね。他全然違います。キウイはこれは危険の木だからキウイと思う人いたかもしれませんね。危険の木、そう言わないです。ウイと書いてあったらもう木の読み方はさようならです。で危ないだから危ういかなってね、これも違うんですね。危ない、ここがなだったら危ないになります。危、はい、だから漢字はよくここのひらがなの読み方が何ですか、それをよく見てくださいね。はい、日本語そういうルールがいっぱいありますね。ちょっとそこは難しいところですね。なんですが、一個一個
丁寧に覚えていけば大丈夫です。使えるようになります。日本人こういう言葉しっかり使ってますから、危ういとかね言っているので、言葉知ってると耳で聞こえます。あ、言ってた、今日本人が危ういって言った、あ、知ってる、その語彙わかる、勉強したことある、それで覚えればいいです。はい。じゃあ、このように語彙今日勉強しました。そして、読解の勉強ぜひ私としませんか？ N2 の試験、読解の試験が出ますね。大事ですね、読解ね。そして難しいですね。 N3 の時より全然レベルが違う。もうとっても難しくなりますね。私も読んでいて問題していて、難しいねとよく思います。ほうかってね、日本人でもこうしっかり読まないと間違えそうな問題たくさん出てます。はい。ですのでやっぱり皆さんがそれを勉強する、やる、試験です合格するっていうのは大変なことだと思います、本当に。ですので一人で勉強してて困ってる人、ぜひ私のビデオレッスン見てみてください。このビデオレッスン見ると読解どうやってやればいいというのよくわかります。そして試験までに何すればいい、何の練習すればいい、分かります。私説明してますので、はい、これはやってくださいね、でもこれはあんまりやんなくていいですよとか話してますので、ぜひぜひ私のビデオレッスンを見てみてください。自分で勉強する時も助けになりますよ。だからぜひ使ってほしいです。そしてこのビデオレッスンは YouTube で見ることができません。はい、私のオンラインコースに入ってください。はい、コースに入ると中文とか長文とか短文とか3つのコースあります。ですので、ぜひそうですね、中文から入るのがいいかもしれない。どうして？それはここ中文のやり方と、問題どうやってやればいいか、合格するために何すればいいかとか、試験の時間はどうやって時間使えばいいかとか説明しているので、これがまずいいかもしれません。この中文のコース入って、次長文のコース、そして短文のコースに入る、そういう人が多いです。はい、ぜひぜひ入って見てみてください。はい、そしてこのビデオレッスンいいところ3つあります。ビデオレッスンですからいつもいつでも自分の時間があるとき、皆さんの時間あるとき何回見られます。いつでもね。そしてビデオレッスンですから何回でもリピート繰り返して見ることができます。はい。そして本を買わなくていいです。読解の本を買わなくていいです。このコース入って問題を皆さんに見せます。PDF で見せますから、問題のための本を買ったりそういうことは必要がありません。はい。ぜひ使ってください。これね見てもらうと分かるんですけど、自分の勉強する時にもどうすればいいんだというのが分かるように作っています。だから一人で分かんない、なんでこんなに難しいのに全然時間通りに終わんないよ、試験の時間にってこんなにたくさん読めないよ、どうすればいいの、そういう人多いですよね。そういう人のためにしっかり説明してますから、どうすればいいですよってね、これぜひ見てほしいです。ぜひ入って見てみてください。はい。で、N1 リーディングも同じようにコースがあります。3つありますのでお好きなところからお入りください。はい、N1 は特に長文困ってる人本当に多いので、これもとても人気がありますね。はい、そして、Zoom レッスンも私してます。Zoom レッスンです。 YouTube じゃなくて YouTube のライブじゃなくて Zoom で、はい、学生さんとこんにちはと話しながら授業してます。テーマはビジネス日本語です。会社で働く時の日本語、日本人と働く時の日本語、それを勉強します。はい、時間は毎週日曜日19時からやっています。はい、敬語の使い方、丁寧な話し方、会社でのですね、はい、上の人に話す時、上司に話す時とか、同僚、同じレベルの人と話す時とか、外の会社の人、うちの会社じゃない人に話す日本語違うんですね。いろんな言い方あります。あとお客様に話す時どうやって話せばいい、いっぱいルールがあります。それも全部やります。そしてあとはメール、ビジネスメールの書き方、こういう時はどうやって書けばいい、
知らない人に最初初めてメールを送るときどうやって書けばいいですかとか、はい、練習します。はい、ですので、どれもですねビジネス日本語は簡単じゃないです。もちろんですが、やればやるほど面白くなると思います。うわーって最初難しいかもしれないけど、いろんなことが勉強できます。日本人の考え方とか日本の伝統的なものですね、そういうものもしっかり勉強できますので、ぜひコース来てほしいです。他のところだとあんまりこういう勉強できないので、ぜひ使ってください。待ってます。一緒にこう話しながらこんにちはと皆さんの名前を言って、話しています。でみんなコースの人、いろんな国の人がいて楽しいですよ。友達もできます。はい、じゃあ待ってます。じゃあこのように、よし、じゃあビジネス日本語を勉強したいなという人、とかビデオレッスン入ってみたいなという人、この mosh.jp、このアドレスから申し込みができます。これ今日の、ビデオの下のディスクリプションとかメッセージのところに URL が書いてあります。はい、そしてさっきこれビジネス日本語は N3 合格した人だったらもう大丈夫です。今 N2 勉強してる皆さんはちょうどいいレベルです。これ、はい、ぜひぜひ入ってみてください。一緒に勉強しましょう。楽しいですよ。じゃあ、こういう連絡 Twitter からもしてます。私の Twitter ぜひフォローしてください。ラーニングジャパニーズ@日本語クラスです。はい、すごくフォロワーの方増えていて本当にありがとうございます。もっともっと今以上にいろんな情報を出していきますので、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。じゃあ、またねいろんな勉強しましょう。ビジネス日本語もぜひ本当に大変なんですね。だけど楽しいです。はい、日本語上手になりますよ。皆さんの日本語上手になるので、ぜひ私いっぱいサポートするし練習一緒にしますので、よかったらぜひ来てください。はい、じゃあ今日は終わります。ありがとうございます。